墜落。アグレッサーのパイロットですら対応できないトラブルとは。2022年1月31日、小松基地から発進した F15 戦闘機が石川県沖で墜落した。10秒ほど火柱が出て海面から煙が上がったのを付近の住民と管制官が目撃している。空中分解、バードストライク、機体の老朽化、整備不良などさまざまな憶測が飛び交っている。幸い市街地に墜落しなかったため一般市民に死傷者は出なかったが、優秀なパイロット2名は現在も行方不明となっている。そしてその捜索のために出動したヘリコプターによって機体の一部を発見することができたが、なぜ離陸後すぐに墜落したのだろうか。今回は墜落した小松基地の F15 戦闘機が所属していたエリート集団のアグレッサー部隊とはどのような部隊であるのか、またアグレッサーのパイロットの選出方法やその厳しい訓練内容について解説していこう。仮想敵機アグレッサー部隊とは。アグレッサー部隊とは一言で言えば訓練における敵役である。日本各地の戦闘機部隊を巡回し訓練・指導することを目的とした部隊である。アグレッサーを和訳すると侵略側というように、訓練を行う戦闘機に対し仮想敵国として攻撃を仕掛ける。世界各国の軍隊にはこのようなアグレッサー部隊があり、航空自衛隊では飛行共同軍という名称で組織されている。海上自衛隊においても青国・赤国というように艦隊を2つに分け、訓練海域においてシミュレーションで攻撃訓練を行う。また陸上自衛隊においても強化支援隊と呼ばれる部隊が敵役として存在し、装備車両や迷彩服は一般部隊とは異なる迷彩パターンとなっている。この自衛隊のアグレッサー部隊飛行共同軍について部隊の編成や人数などに触れていこう。まず部隊の編成は、アグレッサーの戦闘機を操縦する飛行班、地上からアシストを行う揚撃管制班、そして組織を担う総括班がある。これらの班を総称して共同隊という。また組織の管理などを担当する軍本部と整備を行う整備隊が存在する。これらの組織が合わさって共同軍と呼ばれるが、整備隊に関しては共同隊の専属ではなく整備補給軍が担当し、他の部隊の整備も行う。人数は厳密な人員が不明であるが、 F15 戦闘機10機と T4 中東練習機の編成を考えるとパイロットだけで十数人、後部座席に乗機するパイロットを含めるとそれ以上の人数になる。加えて先ほどの組織管理などを行う人数を加えると数十名は下らないだろう。このように共同軍といってもそれなりの規模を持った組織であることがうかがえる。今回墜落した機に乗っていたのは田中浩二一等空佐52歳で、共同軍の主要幹部でありブルーインパルスの隊長も務めた経歴がある。一佐とは海上自衛隊で言えばイージス艦や出雲型の艦長と同じ階級である。彼はアグレッサー部隊のトップであり、航空自衛隊にとって大きな戦力であったことは確かだ。もう一人は若きエリートパイロット上田竜星一等空尉33歳だ。30代前半でアグレッサー部隊のパイロットであることから相当な技術力とセンスがあったと思われる。 F15 は総発エンジンでパワーもあることから1分間で高度1万メートルに達する能力がある。航空自衛隊の元パイロットは、一般的な上昇ペースなら離陸1分後は3000から4000メートルにいるはずと話す。今回離陸後に何らかの異常で高度が上がらなかった可能性も十分考えられる。エリート中のエリートであるアグレッサーのパイロットですら対応できなかった事故原因とは一体どのようなトラブルだったのだろうか。そのような優秀なアグレッサーのパイロットたちは各部隊からどのように選出されるのだろうか。アグレッサーのパイロットに選ばれるには、アグレッサー部隊は敵役を務める部隊だからこそ最強のパイロットが集まる精鋭部隊と言われている。そのためパイロットの選出が存在するが、その選出方法は共同体の隊員が認めたものということだ。明確なテストや希望者から選出されるのではなく、
各基地のパイロットの中から抜擢される形で選出される。そのためいつ誰が選ばれるかわからないものとなっている。ただ言えることとして最低限操縦技量が優れていることが前提であり、それに加えて突出した能力や強靭な精神力、冷静さを併せ持っているパイロットが選ばれる。単に操縦がうまいだけでなく、他の共同隊員とコンビネーションを行ったり、高い技能を持って訓練先のパイロットを鍛えることができる能力も求められる。つまり一流のプレイヤーとしてのセンス以外にも、一流のコーチになりうる存在がアグレッサー部隊に選ばれる条件と言えるだろう。ただこれはパイロットの話であり、それ以外の管理部門に対してはこのような方法で抜擢されるとは限らない。しかし武器使用などについてアグレッサーに指示を行う地上要員の擁撃管制班に関しては、警戒軍の擁撃管制官の共同にも携わるレベルの人材が抜擢されている。こちらも各基地の優秀な擁撃管制官が同様に選出され、アグレッサー部隊が所属している部隊に配属されるのだ。ちなみにアグレッサー部隊の擁撃管制官は小松基地ではなく埼玉県の入間基地の配属となり、そこからアグレッサー部隊へ指示を行っている。では敵役に回るアグレッサー部隊は実際どのような訓練を行っているのだろうか。アグレッサー部隊の訓練内容とは、高い技術はもちろんのこと、航空自衛隊内でもトップクラスの操縦能力を目指してさらなる高みを目指す訓練が行われている。次に戦術構成だ。これは戦闘機同士の空中戦になった時に習得するテクニックであり、他のアグレッサー部隊パイロットと協力して奇抜な攻撃を加えたり、時にマニュアル通りの操縦を非常に正確に行って格闘戦を組み立てたりといったことが行われる。つまりその時の戦況に応じて自由自在にさまざまな格闘戦を組み立てられるような訓練を行う。これは単に操縦して訓練するだけでなく、座学などで模型を使って学ぶものも含まれる。最後がコーチング能力だ。アグレッサー部隊はあくまで精鋭部隊ではあるものの、コーチとして他の部隊の訓練を行うことが目的になっている。そのためコーチとして指導できるだけの知識や指導能力といったものが重要だ。単に操縦技術が高いだけではアグレッサー部隊は務まらず、なぜこのような判断を行ったか、どのようにして操縦したかといったことを理路整然と説明できる能力が求められる。これまで基地の部隊に所属していたパイロットにとって、このコーチングや理論の構築は本格的な訓練を受けていないこともあり、非常に壁を感じる分野とされている。このように操縦という技術的なものと戦術の組み立てといった知識的なものの両面を研鑽する必要があるのがアグレッサー部隊なのだ。ベテランパイロットでも対応できないトラブル。パイロットの中でも群を抜く技術を持っているアグレッサーパイロットですら対処できなかった事故。機体の異常を知らせるエマージェンシーも受信しておらず、緊急脱出すら間に合わない何かが突発的に起こったのだろうか。なぜ墜落してしまったのか。整備不良、機体の老朽化、空中分解、バードストライク。原因がわからない今、隊員の捜索を一番に考え、機体本体やブラックボックスの回収を行い、その真実について調査する必要がある。海上自衛隊は潜水艦救難艦を出港させ、無人潜水艇やソーナーで海底の捜索を行い、機体の捜索を行っている。最優先として今回行方不明となっている優秀な2名の共同体パイロットの無事を祈りたい。